ちは、花森です。今日は私の大好きな無印 B5 方眼ノートについて、なぜ好きなのか、あとどのように使っているかをご紹介していきたいと思います。まず好きなところなんですけども、4つあります。1つが見た目がいいところ。シンプルでブラックなところが気に入ってます。で、私はモノトーンが好きなので、だいたいブラックだったりグレーだったりホワイトを選ぶんですけども、正直ブラックだと他のメーカーさんからもたくさんノート出てます。例えば有名なところでいくとモレスキンとかロディアとか、最近だとキャンパスさんからも出てますが、ロゴが入ってないっていうものがなかなかなくてですね、無印は本当に表にも裏にも何も文字が入ってないので、とても好きなポイントです。で、2つ目が値段がとても安いことです。これ1冊税込みで90円で販売されています。同じブラックの B5 ぐらいのノートだとだいたいモレスキンだと2000円近くしますし、ロディアでも500円以上はするようです。で、キャンパスのノートでも今だと220円ぐらいするようなので、90円っていうのはとてもお手頃だと思います。3つ目は方眼ノートなので、テキストも図形もとても綺麗に記入できるところです。中はこんな感じで 5mm の方眼になっています。図や表がとても書きやすいので、企画書だったりスライドを作る方、あと建築事務所で設計図書いてる方もとても使いやすいと思います。私もこれでスライドの下書きとか、あと動画撮影の下書きなんかも最近はここで行ってます。4つ目は軽くてちょうどいいサイズのところです。最近手持ちのカバンがどんどん小さくなってきているので、 A4 サイズだとちょっと大きいかなと思ってます。例えばこれいつも使ってるカバンなんですけども、プライベートだとこういう小さいサイズのカバンでもちょうど入るのが B5 サイズかなと思ってます。で、同じ B5 サイズのもので昔ハードカバーのものを使ってたんですけども、やっぱりハードカバーだとかなり分厚くなってしまいますし、あと重さも全然違います。これやっぱりすごい重いんですよね。4分の1ぐらい軽いと思います。はい。で、次に使い方なんですけれども、私はこのノートをスケジュール帳として、あとメモ帳として利用してます。で、いつもですね、このペンとあとクリップをつけて使っています。で、スケジュール帳としてどのように使っているかというと、開いた一番前のところにオンラインで見つけてきた無料の Excel カレンダーを印刷して貼っています。私が実際に今使っているノートなので、本物のスケジュールはお見せできませんが、今仮のスケジュール表を上に貼り付けています。仕事の時はすべて Google カレンダーで予定を共有しないといけないので、このカレンダーは自分の動画制作とか個人の趣味のために使っています。で、いつもこの上のところに今月の目標と達成したら何かを買うとかどこかに行くとか、そういう目標を書いて管理しています。次にメモ帳としての使い方なんですけども、基本的に私は全ての情報をこの無印のノートに書き込んでいます。ミーティングの内容も企画書のラフも設計図も、あと電話がかかってきた時のメモ帳としても使っています。で、いつも書き始める前に真ん中に線を引いてから使うようにしています。
理由としては文字が綺麗に見えるのと、あとスペースを有効活用できるかなと思って書いています。で、いつもこのクリップとペンをつけてデスクにこんな感じで置いています。で、あともう一つ必ずしていることは、一番ページの上のところに日付を書くようにしてます。こうすることで、ここの上の部分を見返すだけで、いつ何時に誰から電話がかかってきたっていうのも見返すことができるのでおすすめです。あと、会社だったり学校で重要な資料とかもらった時はいつも持ってるテープのりで直接このノートに貼ってしまいます。貼っておいて保管するようにしています。あと余談にはなるんですが、一番後ろのところに付箋をいくつか貼っています。で、小さいもの数種類と、あとシンプルなもの、あとちょっとイラストの入ったものをいつもつけています。このあたりはスケジュール帳に使ったり、あとこれは会社で他の人への伝言に使ったりしてます。これはもう友達だったり同僚にお菓子置いといたよとか、そういう内容だけここに書いてデスクに貼ったりしています。すごい可愛くないですか？ビームスかどっかのお店で買いました。で、最後に私がこのノートを選ぶようになった理由なんですけども、実は昔はノートをいろいろ使い分けてました。電話対応用のメモとか企画用のノートとか。ただですね、私、正直整理整頓がかなり苦手でズボラな性格をしているので、ノートをたくさん分けるとどこに何を書いたか全く分からなくなってしまうような状態でした。特に電話とかはデスクにいる時以外にも外で撮ったりもするので、目の前にある紙にこうペペッと書いてしまったものをなくしてしまったりとか、そういうことが多々ありました。なのでスケジュール帳もメモ帳も全部一つにまとめようと思いついたんですが、そうするとですね、スケジュール帳についてるメモ帳が先にすぐなくなってしまうんですよ。結構スケジュール帳についてるメモ帳って量が少ないので全然足りなかったんですよね。でそんな時にほぼ日の手帳を見つけたんですが、ほぼ日の手帳だと1日1ページずつあるので、メモ帳の部分もたくさんあるしいいかなと思ってたんですけども、確かにメモ帳の量は多いですけど分厚くて少し重いのと、あと、過去のメモ帳をいらない内容でも常に持ち歩かないといけないっていうのがちょっと私的には少し利便性に欠けるかなと思ってました。友達からはそしたらレフィルタイプのもの使えばいいんじゃないっていうふうに言われたんですけども、確かにレフィルタイプのものだと過去のいらないものは取り除くことはできますが、真ん中の金具がどうしても私書くときに邪魔になってしまって結局やめてしまいました。こんなたくさんわがままを言ってきた私ですが、そんなわがままをすべて叶えてくれるのがこの無印の B5 方眼ノートでした。私このノート2ヶ月ごとぐらいに買い替えてます。なので2ヶ月経ったら新しいスケジュールを印刷して貼り直すか、それか今まで使ってたものを剥がして新しいノートに貼るっていう作業をしています。このノートだともちろんメモ帳もたっぷりありますし、最新の情報だけ手元に残すことができます。あと見た目も機能も価格もいいですし、とっても書きやすいです。
本当におすすめのノートなので、ぜひ次ノート買い替える機会があれば、無印 B5 方眼ノート試していただきたいなと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。花森でした。